アロハ。先日2021年の1月にハワイに行ってきましたというね動画を出したんですけれども、この2021年にハワイに行ったという人はまだ少ないと思うんですよね。ですのでいろいろなご質問にね答えていきたいと思います。去年今年となかなか海外に行くことってすごく難しかったと思うんですが、これでワクチンがどんどん進んでいくとハワイに行ったりね、他の海外に行ったりすることができるようになるかもしれません。何かその時にね、参考になればと思います。では、やってみたいと思います。質問コーナー。一番大変だったことは何ですか？そうですね、一番大変だったのは、やはり休みを取ることじゃないでしょうか。ハワイ旅行といったらだいたい1週間ぐらいかかりますよね。そこに日本に帰ってきてから2週間の自主隔離が必要なんですね。ここが一番のネックで、日本人が海外旅行に行けないポイントになっているわけです。ハワイに行く場合、渡航前72時間以内に指定のお医者様で PCR 検査を受けて陰性の証明書っていうのをね出してもらわないといけないんです。こういうものなんですが、これをね取ってあればハワイに入国する時には隔離なしですんなり入ることができると思います。でも一番問題なのが日本に帰ってきてからで、日本ではね2週間の自主隔離、人とね接触してはいけないわけですよね。ここをねクリアするのがね難しいですよね。普通の人はそんなね3週間もねなかなか休めないと思います。私の場合は時間に自由が利くものですから、一応ね1ヶ月休みを取りました。ちょっとね余裕を見て、1ヶ月間は仕事をしなくてもいい、人と会わなくてもいいような体制を整えてから、ハワイに行くことを決断しました。ハワイに行って一番驚いたことは何ですか？そうですね。ハワイがすごく空いていたことですね。現在ではアメリカ本土からの観光客が多くて、すごく賑わっているらしいんですが、2021年の1月の時点では本当に空いていました。ビーチとかもね、このような状態で、本当スカスカですよね。なんかハワイじゃなくて、どっか別のね、もうちょっと遠い南の島っていう、そんな感じでしたね。ビーチとかもスカスカなので、場所を取るのもね、簡単に取れますし、プールとかもね、予約制だったりするんですけど、その予約もね、ほんと直前っていうか、もう時間が過ぎてからも取れる。そのくらい空いていましたね。で、よく混んでいる時ってホテルのエレベーターとかがね、なかなか乗れなかったりとかすることあると思うんですが、もうね、ホテル自体も人が少ないので、本当にスカスカです。来たエレベーター大体誰も乗っていないので、間隔を空けてね、一つの結構大きめなエレベーターに4人とかしか乗れないんですが、乗れる。すんなり乗れて、降りたり上がったりできる。そんな感じでしたね。困ったことは何ですか？そうですね、困ったことはやはりお店がたくさん閉まっているので、なんかね、ご飯を食べたいなと思っても、本当限られちゃうんですよね。もうたくさんお店がバーってあったらいろんな選択肢があると思うんですが、あまり選択肢がない。しかも夜早く閉まってしまうし、そういう食事面大変でしたね。あと買い物とかもやはりお店がいろいろ閉まっています。免税店も閉まっていますし、ああいうワイキキのね、にぎわいみたいな感じっていうのはあまり感じられませんでしたね。良かったことは何ですか？良かったことで一番思ったのは、飛行機が空いていたことですね。今回初めてね、ハワイアン航空に乗ったんですね。で、エコノミーなんですが、もうね、4席で1人で横になって寝られるぐらい、飛行機は空いています。私はね、こう4列横になって寝るっていうことはちょっとね、あまり好きじゃないので、リクライニングをしてね、寝たんですが、後ろに人がいないので、もう気にせずリクライニングできる。そんな感じでしたね。飛行機全体の、そうです、何割ぐらいなんでしょうかね。本当に乗っているのは50人とか、そのくらいだったと思います。だいたい4分の1から5分の1くらいしかお客さん乗っていなかったんじゃないかなと思います。2021年のハワイ、いつもと違っていたことは何ですか？日本人がハワイに行った時に、HIS のトロリーとかね、JTB のああいうトロリーとかバスとか、JAL のバス、トロリー、いろいろなものがね、
あると思うんですが、そういうものが一切ないんですね。もう交通手段として使えるのはタクシーとか公共のバス、こんなものなんですよね。HIS のトロリーっていうのは HIS の旅行者じゃない人も買えるんですよね。私は HIS ではなくて個人旅行で行くんですが、申し込みをして現地の HIS に行ってバスのね1週間券とかを買うわけです。それでトロリー乗り放題っていうことでいろんなところに行くわけなんですが、今回それができなかったので全部公共のねバスを使いました。このバスを使ってみてね、すごく便利だったのが Google の交通機関の発車時刻がわかる、スマホでね確認ができる、これがねすごく便利でした。どこのバス停にどの路線のバスが何時で来るっていうのがねわかるので、これはとっても便利でした。2週間の自主隔離ちゃんとやっていましたか？はい、やっていました。もうね、食事面ではね、今はウーバーありますよね。配達料は1ヶ月のサブスクにすると980円ぐらいで収まるんですよね。ですから何回頼んでもその料金なので、もうね、ガンガンそれで頼んで、家のね、玄関の前に置いてもらいました。あとね、今ネットスーパーも置き配といって玄関の外に置いていってくれるんですよね。なので接触しなくてもちゃんとねスーパーのものも買えちゃうんです。なのでね、食事とかは全然問題ありません。おまけにね、家でね、暇だって言っても、ネットフリックスとかね、YouTube、Amazon プライムとかね、いろんなものを見れますしね。雑誌もね、私はこれを使っているんですが、もう雑誌見放題なので、これでもう暇つぶしはできますしね。こういうものでね、暇つぶしをしていました。あとはね、もう本当に人との連絡は LINE とかメールとか何でもね、できますしね。今は何にも困ることはありません。家でできる仕事は別にやってもいいので、家で仕事をしていました。厚生労働省の LINE についてどう思いますか？はい。これね、前回の動画でご紹介したんですが、このね、2週間の自主隔離の間、厚生労働省から LINE でね、アンケートが来るんですよね。熱はありませんかとか、体調大丈夫ですかとかね、そういうのに、はいとか、いいえで答えるだけなんです。これね、ぶっちゃけ自分がどこにいるかは相手に伝わりませんし、例えばね、出かけて行ってそこでアンケートに答えても全然バレないわけです。性善説と言いますか、もうその人に任されているわけなんです。だから悪い人だったら2週間自主隔離なんかしなくてね、いろんなところに行ったり仕事をしたりしてしまえば、もう全然バレない。ハワイに行ってきたよってね、言わなければね、人にバレませんよね。さすがにね、芸能人みたいにね、ああやって顔が外に出ている人たちはできませんけれども、そうでない逆に一般人の人はね、言ってもね、バレないんじゃないかなってね、思いました。どうせやるんだったらね、ちゃんとね、もう GPS をつけるとか、日本ではね、ちょっと難しいんですが、そういうこともね、必要なんじゃないかなってね、ちょっと思いましたね。次はハワイにいつ行くんですか？いや、行きたいですよね。もうワクチン2回打って2週間ぐらい経過したらいけるんじゃないかなっていう話もあります。でね、できればね、ワクチンパスポートっていうのを出してもらいたいですよね。このワクチンパスポートあればヨーロッパとかね、ハワイとか行けるんじゃないかなと思います。韓国とかね、グアムとかそういうもうちょっと近いところもね、行きたいですよね。このね、ワクチンがどんどん世界的に進んでいって、ワクチンパスポートっていうものがちゃんと確立するとね、いろいろ行きやすくなるんじゃないかなと思います。多分ね、私が予想するには、2021年の年末、2022年のお正月、このあたりはね、ハワイね、かなり行きやすくなるんじゃないかなと思います。なぜかというと、2021年のこのお正月ですね、ここでね、すごくね、ハワイがキャンペーン的なことをしていたんです。なんかハワイに来てくださいって、日本人の方来てください。72時間以内の PCR 検査陰性の証明があれば来れますよ、みたいな感じで、ハワイアン航空もどんどん値下げをしていましたし、こういうキャンペーンがね、また今度の年末年始あるんじゃないかなと予想しています。ハワイでは何をしていましたか？お店が結構閉まっていたので、のんびりすることが多かったです。いつもよりも海にいる、プールにいる時間が多かったですね。もうね、ショッピングとかなかなかできないので、もうのんびりするしかないですよね。おばさんにはもう日焼け大敵なので、もういつものようにこのような格好で海に入りました。
そして私はいつもハワイだけじゃなくてね、もうアメリカだったらどこにでもあるロスドレスフォレス。このね、ロスがね、もう大好きなんですね。ロサンゼルス、サンフランシスコ、ハワイとかね、もうどこに行っても、このね、ロスを見つけたらそこで何時間も買い物をするんですね。もうとにかく安くて島村みたいな感じなので、探すのが楽しくて、で、しかもね、数が多いので、見るだけですっごく時間かかるんですよね。あと、ノードストロームラック。ここもね、大好きなんですよね。本当にね、高いものがすごく安く手に入るので、私の足はね、25センチなので、日本だとなかなかちょっと靴がね、いいのがなかったりするんですよね。なので、このアメリカとかに行った時に、すごくね、靴を探して買います。コーチとかカルバンクラインのね、スニーカーなんて1400円とかで売ってますしね。中にはね、フェラガモなんていうすごい高い靴がすっごく安くなっていたり、あとはね、私はコールハーンのね、靴がね、すごく履きやすくて好きなんですが、日本だとすごく高いので、このね、ノードストロームラックとかでよく買います。ホテルはどうでしたか？そうなんです。これね、前回の動画でもご紹介しているんですが、お部屋のお掃除、全然してくれません。これね、本当にね、頼まないとダメなんですよ。私はこのマリオットボンボイっていうね、会員になっていて、だいたい海外に行くときはこのアプリでホテルを予約しているので、このアプリからお掃除とか、例えばタオルが欲しい、シャンプーをくださいとか、そういうの全部ね、入力するだけで持ってきてもらえるんですが、もしこういうね、会員になっていない、アプリを持っていない人だったら、ハウスキーパーに電話をして、お掃除をしてくださいとか、タオルを持ってきてください、シャンプーを持ってきてくださいって言わないと持ってきてくれません。これはね、本当に大変です。もうね、例えばシェラトンみたいな高級ホテルと言えるようなとこでもこうですよ。掃除もしない。タオルも言わなきゃ持ってきてくれない。もうそんな状態ですから、もうね、どこのホテルでもね、サービスなんて変わらないと思います。多分このね、サービスの考え方というのが、一番コロナに感染しないようにすることがサービスだっていうふうに考えているんじゃないかなと思いました。アメリカはね、きっぱりとしています。もうね、コロナに感染するリスクがあるんですから、それはできませんということで、ピシッとね、もう線を引く。これはね、すごいなと思いました。日本人はいましたか？ 2021 年のまさにもうお正月だったんですよね。1月の初めだったので、まあ普段だったら日本人だらけっていうことあるんでしょうけれども、やはりね、全体的な人数も少ないし、その中でも日本人って本当に少なかったです。でもね、いましたね。たまにね、やっぱりご飯食べに行って夜歩いていくとすれ違うんですよね。私もね、カメラを持って歩いているんですけど、相手もね、カメラを持っているとかね、もしかして YouTuber かしらとかね、思いましたね。私が会った人たちは、男性のまあ20代、30代ぐらいのグループ、そういうのにね、2組ぐらいは会いました。この人たちの仕事なんだろうなってね、ちょっと思いましたね。パソコンがあればできる仕事かもしれないし、もしかしたらなんか YouTuber かもしれないし、まあそれは分かりませんが、ごく普通の家族連れみたいなのは本当に少なかったですね。でもね、飛行機の中はね、結構家族連れとか女性同士の旅行客乗っていました。まあちょうどね、お正月っていうこともあったと思います。旅行費用はどのくらいかかりましたか？これなんですが、まずね、一番ね、ポイントなのはこの PCR 検査なんですよね。この PCR 検査がなんせ高い。街中で2980円ぐらいとかで PCR 検査やってくれるとこあると思うんですが、それだとダメなんです。ちゃんとハワイ州が指定した病院で検査をしてもらって証明書をもらわなければいけないんです。なので、このね、ちゃんと証明書をくれるっていう病院で検査をするとすごく高いんです。まあ、病院によっていろいろなんですが、私が一番安いと思ったのが、まあ、2万2000円ぐらいのところでした。高いところでは3万5000円とかね、取られるので、まあ、できるだけ検索をして安いところで受けて証明書をもらいました。で、これがまず一つですよね。で、次に、航空券なんですが、航空券はハワイアン航空って初めて乗ったんですが、すごくね、キャンペーンをしていたんです。私が行った時には往復で8万円ぐらいだったんですが、1月のね、中旬以降になったら往復で6万5千円ぐらいにね、下がっていましたね。結構ハワイで6万5千円。往復ですよ。安いと思います。で、ホテルなんですが、私は今回、シェラトンとコートヤードマリオット、ここの2つに泊まりました。シェラトンで3泊して、マリオットに2泊しました。これはね、やはりシェラトンでずっと行くとね、高いですし、いろいろなちょっとホテルを見てみたかったので、2つに分けてね、泊まったんですね。
で、このホテルを選んだ理由なんですが、先ほども言ったんですが、私はマリオットボンボイっていう一応会員になっていて、毎年ね、そこのホテルでいろいろ海外旅行とかしていたんです。でね、ポイントを貯めていたっていうのがあってね、何泊っていうのを1年間にしなきゃいけないとかいう、そういう決まりっていうかね、そういうのがありましてね、このマリオット縛りでね、泊まるわけなんですが、それで選んだのがこの2つのホテルだったわけです。で、大体この PCR 検査と航空券、それからホテル代で1人大体20万円以内で収めることができたと思います。海外旅行の感染のリスクについてはどう思いますか？これはですね、新型コロナの感染について私はね、もうたくさん動画を出しています。自分ですごく調べまくっているので、普通の人よりは知識があると、自分でね、自負しているわけなんですね。自分なりの感染対策は万全でしたし、何よりね、ハワイがすごかった。ハワイは日本よりも厳しくて、もうきっちりしていますので、日本にいるよりもリスクは低いなと感じました。今後2021年ハワイに行けると思いますか？はい、行けると思います。これでね、ワクチンがだいたい8月とかね、10月とか、夏から秋にかけてワクチンの接種がどんどん進んで、かなりの人が接種済みになると思うんですよね。ハワイとかも観光客に来てほしいわけです。日本人にね、来てほしいっていう声がすごくたくさんあります。なので、ハワイも来てほしいですし、日本のね、旅行業者とかね、航空業者、そういう人たちもね、海外旅行に行ってほしくて仕方がないわけです。もう経済的にも本当に困っている。HIS もすごく赤字だっていうことが発表されましたしね、いろいろなね、キャンペーンが打たれていって、かなりね、行きやすくなっていくんじゃないかと思います。もうね、鬱憤が溜まって行きたいっていう人がね、多くなっているので、逆にすごく混むんじゃないかなと思ってね、それはちょっと心配ですが、今年の秋、冬、年末年始、もうこの辺ではね、行ける人が結構増えるのではないかと予想しています。その他アドバイスがあったら教えてください。はい。何より今後の頼みはもうワクチンですよね。ワクチンの接種がもう終われば、かなり海外旅行に行くっていうハードルはね、低くなってくると思います。でも100%移らないわけではないので、決められたところではマスクをする、手洗いをする、人との距離をね、保つとか、そういうことはね、守るべきだと思います。一番は、とにかく、日本人は日本人のことばっかりを考えるんではなくて、そのハワイとかね、海外の人、受け入れてくれる人のことを考えるべきだし、そしてね、また帰ってきた時にはね、周りの人たちのことを考える。そういうね、ちゃんとね、思いやりの心を持って、やはり海外旅行に行くべきなんじゃないかなと思います。去年から本当に私たちは大変な時期を過ごしました。こんなにね、海外に行けないっていうね、時期が長くなるとは誰も思わなかったと思います。基本的な感染対策をきちっとしていれば、かかるリスクっていうのはね、かなり減らせると思います。私も動画でいろいろな感染対策、マスクの評価出しています。それから、海外旅行に興味のある方は、私が今まで行ったね、カンボジアとかロサンゼルス、サンフランシスコ、オーストラリア、ヨーロッパ、そういったもののね、動画がね、たくさんありますので、興味がある方はぜひご覧ください。コロナが終わったらね、また旅行にも行きますので、ぜひチャンネル登録をして別の動画もご覧ください。それではまた別の動画でお会いしましょう。